はい、毎度学びと好奇心の処方箋コンプラチャンネルです。今日のテーマはこちら、徳水が発売、薬剤師が忖度なしレビューということで、今回なんと案件ではございません。なので忖度なしでいきます。こちらですね、徳水サントリーの徳茶ってあるじゃないですか。ダイエット茶とも言われるんですけども、徳茶のシリーズの徳水っていうのが出て、簡単に言うとこれ飲むと脂肪が減るよっていう触れ込み。これが10月21日発売ということで、今から大々的にねプロモーションされていくんですけども、実際これ中身どうなんていうのを先にちょっとお伝えしたいなと思います。これ中身がですね HMPA3(4 ヒドロキシ酸メトキシフェニル閉じるプロピオン酸、これが 23mg1 本あたり入ってまして、機能性表示としては BMI が高めの方の内臓脂肪を減らすのを助けるっていうことになります。できたらね飲みたかったんですけども、まだ発売されていないということで味の方は分かりません。で、気になるこの HMPA っていうもの、これなんていう話なんですけども、米ぬかを発酵して得られるポリフェノールになります。発酵させる菌は納豆菌とかその類だそうです。こいつは何をするかというと、代謝センサーを押すと、それを押すと代謝が更新されて脂肪が減っていく。簡単に言うとそうなんですけど、実際にそれどれぐらいの効果があるの、これが一番気になると思うんですよ。なのでそれを見ていきます。実際にこの徳水を機能性表示として提出するときに使われた論文の一つ、読むのにね1600円ぐらいかかったんですけどもね、ちゃんと買いました。偉い。研究デザインとしては、ぽっちゃりから肥満の人を90人集めて3ヶ月間飲ませ続けると。で、20盲検プラセボ対象試験っていうのは、これを半分半分に分けて、片方にはこの HMPA を投与する、もう片方には関係のない効果のないものを投与する。でも本人はどちらを飲んでるかは分からない状態、これを3ヶ月間続けていきます。で、 CT で内臓脂肪を測定して、ウエストとか測って体重とかも測っていろいろ評価をしていくわけです。で、結果なんですけど、12週間で内臓脂肪が優位に減少ということで、この優位っていうのは難しいんですけども、統計学的にしっかりと変化があったら優位さありとなるんですね。で、その結果をこの右の方グラフでなってて、これはホームページに載ってるやつです。これを見ていくと、対象食品群、つまり HMPA を投与してない群と HMPA を投与している青い方、これの差がこんだけ生まれまして、対象食品群、取ってない方と比べて優位さあり、つまり脂肪が減ったよ、これが統計学的に証明されましたよっていうデータなんですけども、これちょっとね僕嫌で、この対象食品群増えてるじゃないですか。ちょっと増えてるんですよ。で、この増えたものに対して優位さありなんです。これ論文の方にもちゃんと記載はあるんですけども、接種前、この青い方の人が HMPA を12週間飲む前と比べて12週間後の優位差はないんです。統計学的に減ったよとはならない。たまたまかもしれないっていうのは結果なんですよね。にもかかわらず対象食品群と比較して優位差ありと、これをしてしまってるんですね。じゃあなんでこの対象食品群 HMPA を投与しなかった方は体重増えたんだという話になってしまいますよね。これ対象食品群が体脂肪とか変わらなかったらいいんですよ。3ヶ月間変わらなかったらいいんですけど、なんか増えちゃったんですよね。増えたのに対して減った、つまり増えたと減ったでダブルの効果を合算して優位差ありとしてしまってるんですよね。なのでこれはあんまり僕は信用したくないデータかなと思います。それに対してね、実はね、ウエスト周囲系、ウエストは減った、これは接種前と比較して優位差があったんですね。こっち出さへんねやっていう。ウエストはちゃんと減りました。でも BMI 体重、これは低下傾向はあったけども、統計学的に優位差はなかった。統計学的には変化はないと結論付けられました。で、副作用はなしということで、なのでぶっちゃけそこまで大きな変化はなかったって僕は読み取りました。ウエストは確かに減ったけども体重減ってないんだっていうところで、脂肪は結構ね体積が大きいんで、脂肪が減って筋肉はちょっと増えて体重は維持されたっていう可能性はもちろんあります。そうするとウエストだけ減って体重は減らないってことはあり得るんで、もしかしたらそういう効果はあったかもしれないけども、そこまで測ってるものではない。でもこの HMPA ちゃんと効果が出る仕組みっていうのは解明されています。これが GPR41 というセンサー、こいつを押すんですよ。で、これね、皆さんもうご存知だと思うんですけども、腸内細菌が短鎖脂肪酸を生み出します。で、その短鎖脂肪酸と同じターゲット、プロピオン酸と酪酸っていうのがあるんですけども、こいつらもこの GPR41 を刺激して代謝を上げる、カロリーを消費していくっていうことになるんで、酪酸菌が痩せ菌って言われるのはこいつを刺激するから。
つまり酪酸菌を取っていくのとこの HMPA を取っていくのターゲットは一緒なんですよ。ですけども HMPA はこの腸内細菌を介さずにスイッチを押すことができるんで、腸内環境を整えていったら3ヶ月ぐらいかかるんですけども、それがかからずに直接スイッチを押すことができるっていう有利な点もあります。酪酸菌がいる必要はない。でもね、 HMPA と酪酸菌は協力関係にあるなと僕は思いました。酪酸菌は腸の GPR41 を刺激、 HMPA は吸収されるんで末梢脂肪組織とかの GPR41 を刺激することができるんじゃないかなと、二重ルートで代謝スイッチオンで、実際にねこの HMPA の他の論文の方やったら酪酸菌と一緒に投与してるっていう例があるんですよ。でもそうするとね、酪酸菌の効果かもしれないからあんまり信用できない結果になってしまうんですけども、実際に2つ投与してその効果を打ち消し合うどころか、むしろ相加効果、足し算の効果が出る可能性は十分あるかと思うんで、酪酸菌、つまりこういうミアリ酸とかこういったものを合わせて取っていくのは全然いいかなと思います。ということで、最終的な僕の視点なんで個人的な意見を今から言わせてもらいます。特水ですけども、味が悪くなければ水代わりに飲むのは僕はいいかなと思いますけども、わざわざ買って痩せるために飲もうとは思わない。理由としてはまず水より高いですよね。効果もね3ヶ月飲んで内臓脂肪がちょっと減るかなくらいの話。やったら他にもねいろんなサプリとかあるんで、そっちの方試したいかなっていう気持ちはあります。で、何よりも運動食事改善の方がはるかに効果的で、これも含めてこれに限った話じゃないんですけど、飲むだけで痩せるっていうのはね本当にねだいぶきつい、厳しい、大きな影響力を持っているのは僕は見たことがないっていう先入観もあります。総じて補助的にダイエットの時の水分補給として特水を飲むっていうのは僕全然いいと思います。なぜならば副作用がないから。変な副作用とか考えられる物質やったら僕はやめとけって言うんですけども、これやったら僕はこれ続けていくのは全然いいかなと思います。お金とそういった諸々のことを許すならば全然止める理由はないです。ということで今日は新発売の特水のお話でした。この動画が役に立った方、グッドボタンを押していてくださいということで以上です。